こんにちは。NPO 法人日本霊気協会理事長の辻陽子です。そして、カナダ支部のナスリンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ナスリンさん、今日もちょっと皆さんからの質問いただいてるんで、読み上げて、それにお返事してみましょう。今日はね、ちょっとね、霊気ヒーリングに関する質問を集めてみました。はい。じゃあ、ちょっと読みます。鈴木さんからです。霊気を送る側と受け手側の相性や信頼関係は、効果や問題解決に反映されますか？教えてください。という。反映されませんよ。ね。うん、はい。反映されません。だってね、まさに既得とか昏睡状態とかね、こっちが相手に遠隔ヒーリングとか送るとき、相手の人が私のこと全然知らない場合もあるしね。だからお友達のお父さんとかなってきたらもう会ったことなかったりとか。うん、で、無断でやるからね。相性もクソもないなっていう。それは全然関係ないと思います。でも、ですね。私が思うには、一つのことじゃなくて、たくさんこう、合わさってやると、効果が倍というか、大きくなるわけだから。その辺のこともうちょっと詳しく教えて。もしどなたが私のところに霊気ヒーリングに、来られるようになったら、やっぱりその方と相性が合うからこそ、その方は私のところに来てくれてて、霊気ヒーリングをやったり、霊気を習ったりするわけだから、信頼関係とかもね、築いて、そういうことができると、もっとこう大きく、早くヒーリング効果が大きくなるんじゃないかなって思うんですけど。だけどもちろん根本的に霊気だけで考えると全然そんな相性なんて関係なくて送れるわけですよね。そうですね。本当そうだな。そうだわ。今私、この質問ね、遠隔ヒーリングばっかり私しょっちゅうやってるから、直接ヒーリングする場面ってあんまりないんよね。たまに大阪や東京の練習会に参加させてもらって、こう、受講生さんとペアでやることもあるし、あとはまあ、霊気のうちの講師の人たちに、講座終わってからね、ちょっと私用事でセミナールーム行ったら、講座終わりで、ちょっと肩に手を置いてあげようか、みたいな、疲れたでしょ、みたいな感じでね、やったりすることあるけど、基本遠隔なんで、まして知らない人に結構、頼まれてやったりすることもあるんで、相性のこと、そういうふうに言ったけど、確かに、対面で、一つのね、お部屋で、空間でやってあげる場合だったら、例えば、ナスリンさんだからっていう以前に、男の人だと緊張するけど女の人だと緊張しないとか、逆の人とか、そういうのもあるだろうし、性格的な、相性も出てくるでしょうね。そういうふうに思いました。あとね、初対面の時って、私とかナスリンさんも人見知りだからさ、緊張が激しいやん。だけど2回3回会っていくとね、慣れてくるから、やっぱそういうのもありますね。リラックスできるっていうね。はい。あと、ついでにもう一個言っとくと、この霊気のエネルギーの周波数的に相性がないんですよね。だって、宇宙の根源的生命エネルギーだから。でも、これが、違うエネルギーだと相性は出てくる可能性あると思います。あと、自分の中の気、生命エネルギー、これを練って出していく中国気候系の治療だと、この人のエネルギーなんで、これは相性出てくると思います。そうですよね。はい。だからまあそう考えると、そういうものと対比すると、霊気は相性関係ないかな。ということはやっぱり、まず第一に、ちゃんと霊気とつながって霊気を流していることが大前提ですよね。ですね。です。まあ、あれだな。やっぱ初心者の人は、これで大丈夫かなとか、自信なくやる場合もあるじゃない？そうすると、上級ぐらいの人のね、状態を、エネルギーじゃなくお水で言えば、上級の人が岩清水とかミネラルウォーターとしたら、習いたての人は水道水みたいな感じかもしれないね。どっちも
お水はお水なんだけど、ちょっと雑味が入る。若干混ざり物が入るみたいな。あるかもしれないね。はい。なんかすごいいい例、それ。わかりやすい。そうなの。で、やっぱりね、上級レベルとかしょっちゅう使って上手くなってる人だと、短い時間でヒーリングの効果も高いからね、そこの差は出ますね。同じ霊気だけどね。はい、じゃあ、2人目の方の質問を読んでみます。はい。みけこさん。大切な人が心の病に苦しんでいます。見ている私も辛いです。まずは私が波動を上げて軽やかにと思ってます。他に有効なことがありましたらぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いします。っていうね。これは辛いね。お友達とか家族とかね、自分にとって大事な人が辛そうなのは本当に見てて辛いですね。そうですね。本当どうしようもないけど。でも、だからこそ、そのね、軽やかに自分の波動を上げるっていうことをやろうってしてるから、それはすごいいいと思います。そうだね。すごいね。そこに意識を持っていくってことがね。他に有効なことがあるとしたら、私としてはやっぱり遠隔ヒーリング好きだからっていうわけじゃないけど、遠隔ヒーリングがいいかなって思うんですよ。直接のヒーリングもいいけど、その人がすごく辛そうだったりする場合、それを見ながらヒーリングすることになるんで、それよりは、ちょっと離れた場所から、自分の部屋とか、そういうとこで、その人に遠隔ヒーリングの手順だけ踏んで、淡々とやる。で、今ね、心の病に苦しんでおられるっていうことだけども、私は病気はその日着てる服ぐらいに考えてます。特にヒーリングの時はそれぐらいでいいと。なので、服はね、明日着替えたら変わるんで、服にあんまり意識を取られない。それよりはその大切な人のその存在そのものに、祝福の気持ちを送る。あなたとこの時代、同じ時代に生まれて生きてて、お友達になれてよかったっていうような気持ちとか、あなたのことが大好きですっていうような気持ちとか、その人がイメージの中で笑顔になってるような感じとかね。こういうのをイメージしながら遠隔ヒーリングする方がやりやすいんじゃないかなって、私は思ってるんですよ。はい。私も、それすごいいいと思います。自分の意識が中に入ってなくて、一歩離れたところから、やる。本当に陽子さんが言った手順で頑張ってやってみてください。でね、霊気はまず自分が満たされるから、まず自分が心地よくなって、その心地よさを相手に届けるんだ、みたいな感じが、抜群に効果も出やすいと思います。はい。ね。うちらは日本伝統式の安心立命の方の霊気を伝えてるから、あんまりその治療効果にね、フォーカスしすぎないでっていうようなことも、お互い講座で教えたりしてるじゃない？はい。だけども、やっぱね、それでも大切な人がちょっとでも楽になったら、やっぱ嬉しいもんね。そう。じゃあ、3人目の方の質問を読んでみます。SK さん。最近、昔の動画も含めていろいろと見させていただいてます。私の動画のことですかね。はい。でもナスリンさんのも、きっと見てくれてるな。あそこに書いてくれた人だと思う。英語の方の、YouTube の。その中で、霊気のセルフヒーリング中、違うことをしたまま終わってしまったらどうなるという動画を見ました。私が作った動画ですね。この動画の中で、霊気エネルギーは自分の気分、感情が変わった時に切れる。プチッとお話しされてますが、自己ヒーリング中に気分や感情が変わった時もつながりが切れてしまうのでしょうか？めっちゃいい質問。これね、熱心な人ゆえの質問ですね。はい。いや、これは、ナスリンさんどう？なんか私うまく日本語で伝えられそうにないな、なんか。でも、
なんていうのかな、少し言うと、ポチって切れちゃうんじゃなく、そんなはっきりと白黒に分かれてないんですよ。うん。うんうんうん。それをういいことまくよく。言うな。うんうん。はい。そうだね。うん。なんか、ナスリンさんと私とちょっと年齢がナスリンさんの方がだいぶ若いけどさ、ラジオ聞くときにさ、こういうダイヤルのチューニングのラジオ聞いたことある？ラジカセとかで。うんうん。はいはい。そんなに違今って、いませんよ。年齢。違うよ。だいぶ違うよ。だいぶ若い。あれだとわかりやすいよね。はい。多分聞いてくださってる方もね、40代の方が結構多いから、知ってる人もいるかな。こう、ラジオ聞くときに綺麗にね、チューニングが合うと、雑音が全然入らずに、綺麗に音声や音楽が入ってくるけど、ちょっとずれただけで、音も聞こえるけど、ザザッザザッってね、雑音が入る。あんな感じで、今ね、ナツリンさんが言ってくれたのは、繋がってるのがクリアで、切れてるときはザーっていうんじゃなくて、この間ぐらいもあるよっていうね。そうですね。ことだよね。うん。うん。うん。そうですね。これ、でもナスリンさんのその答えは、この人の質問にとってもいいな。うん。ちゃんとつながってセルフヒーリングとかやってる最中、確かに、切れることってあると思うんですよ。私だったらありがちなのはね、やってる最中にインターフォンが鳴る。ピンポーン。で、宅急便が来る。うん。で、あーって言って玄関まで出て、どうもどうもとか言って荷物受け取ったりして戻ってきたら、もう、なんていうかな、モードが変わっちゃってる。うんうんうん。この時も切れてるわけじゃない？うん。だけど、この時にもう一度つながる手順からスタートした時に、やっぱりね、途中で終わってるから簡単につながりますね。うん。一からやる時より。そんな感じはあるかな。うん。でもぶっちゃけさ、正直、今日はどうしても繋がれないみたいな日もあるよね。そうですよね。そうね、ありますよね。でもそういう日こそなんか、本当にもう忙しくてっていうか、あっちこっちごちゃごちゃしてて、そんな霊気なんて考えてない。そういう日こそ、つながるの難しい。なんかそういう時こそ、例えばね、母親がちょっと霊気やってって言って、でも私全然そんな今つながる状態じゃないんだけど、やってって言われると、一応つながるこう動作をして、霊気とつながりました。なんかよくわかんないけど、まあとりあえずっていう感じで手を当てて、やります。とりあえず。やってあげるんやね。そう、でもそうすると、なんかしばらくすると、なんか気持ちよくなったよって言ってくれるんですよね。私感じないんだけど、全然。で、まあ、やってるナズリンさんもちょっとこう、落ち着いてくる感じ？そうです。こう、ちゃんとこう、グラウンディングできて。はい。そっかそっか。私はね、どうしてもうまくいかない日は切り上げますね。やるのをもう諦める。でも、それ、なんか、セルフ、なんだろう、ごめんなさい。切り上げるっていうよりも、今の、もうその、陽子さんのレベルだと、切らないじゃなくて、基本的にはずーっとこう流れてるわけでしょと思います。いやー、完全に今日はダメだわ、みたいな、ブチギレとるわ、みたいな日は、もう、ここだけですけど、内緒話ですけど、ありますよ。わかりました。あります。やっぱ空の天気で言うと、1年に1日や2日ぐらいは、すごい台風が来たりとかさ、強烈な日があるじゃない。まあそういう日があるよ。その時はもう私はもう無理にやらない。なんかもう、霊気なんてクソみたいになって。はい。はい。なってますね。じゃあ私は、まだそれを理解できるところまで行ってないんですよ。そんな、ご謙遜を。日本人っぽいな。そう、心は日本人ですから。そうだね。そうそう。でも、ちょっと話それるんだけどさ、うちのね、日本国内でさ、活動してくれてる講師の人たち何人かいるけどね、そのうちの一人でね、加納さんっていう男性講師がね、すごいエンパスってわかるかな？空気読めすぎる
タイプなんだよね。すごいのよ、それが。だからね、私がね、くっそーとかなってる時とか、あとね、夜中にね、結構ひどい怪我をした時があるの。部屋の中で転んでね、派手に転んで。そしたらね、察知してね、連絡してきてくれるんだよね。何が起こったかまではもちろん超能力者じゃないから分かってないよ。だけど、陽子さん大丈夫ってね、LINE が来たりするんだよね。すごいな、この人って思う。で、その時は、霊気を送って、みたいなことを頼む。はい。ね、大事ですよね、それ。やってちょうだいって。で、よこさんよく、皆さんにお願いしますよね。今日はちょっとダウンしてるから、霊気お願いしますって。それ大事だと思う、すごく。Facebook とかね、SNS でね。私、割とね、寝込んでる日が多いんですよね。もともと体が、どっちかというと虚弱というか。だから今日も昼過ぎぐらいまで、喘息の発作が出てて、だけどもう今こんだけ喋れるぐらい全開に戻ってる。これは霊気のおかげ。自分でやりました。めっちゃ霊気のおかげで。そうそう、動けてる。こんな感じです。ちなみにね、今のね、最後の質問をくれた人がね、質問が長かったので、私、前半しか読まなかったのでね、ついでに後半も読み上げて、これに答えて、今回のこの動画を終わろうと思います。はい。ちょっと後半読みます。SK さん、同じ SK さんですね。私は自己ヒーリング中に気づくといろいろなことを考えてしまい、ぐるぐる思考していることが多々あります。そうすると気分や感情が変化しやすいのかな？だとしたら、自己ヒーリングしているつもりでも、途中でつながりが途絶えてしまってたりするのかなと疑問に思いました。さっき話してたようなことですね。私だったらそんな深く考えなくてもいいのよって今と思います。霊気のいいことは頭を無にしなきゃいけない。瞑想だと瞑想の目的は頭を空っぽにすることが目的だけど、霊気の目的ってそうじゃないわけだから、別にね、いろんなことを考えてても、だんだん自然にそれは自然に落ち着いてくるものだと思うんですけど。ですね。なんかね、熱心な人ほどね、こうやっていろいろ、今これちゃんとできてんのかなとか考えるじゃない？で、考えるから余計思考がね、止まらなくなっちゃって、こう、いい感じに霊気できてるか自信ないっていう人結構いるけど、思考の脳みそのスイッチをイメージの中でオフにしてほしいんだよね。で、感覚を感じる方の脳みそをオンに、して、みたいな。そんなこと言ったりしますね。それいいですね。そうなの。どうしてもね、日本人だけじゃないと思う。世界各国みんなお仕事されてる人とかね、特にね、田舎でのんびり暮らしてる人ってそんなにいないからさ、日々忙しいから、思考の方をオンにしたまま、この感じたり感覚の方をオフにしちゃってる人結構いるもんね。その方が仕事するには効率いいじゃない？感情、感覚が、ね、気分が、こう、不安定に波打つより、ね、そこ、スイッチオフでさ、思考の方だけ働かした方が、効率がいいから、なんかそっちに慣れてしまってる人が多い感じがする。そうなんですね。そういうことか、はい。だからもうそれ言ってもダメな人には、私がよく言ってるのは、あなたの大好物の食べ物を今想像してくださいって言って、で大好物の中でも大好きなお店の一番美味しいやつ。あれを一口パクって食べて、みたいなイメージで。そしたら味わうっていうのは感覚の方だから、こっちがオンになるんだよね。これをね、イメージでやるだけでも結構いいと思ってて。今なんかそれ言っただけでなんか口の中が気持ちよくなってきましたよ。ナスレさん何が好き？好物。うどんが大好き。うどん？昔さ、ナスリンさん食べ物何が好きって聞いて、その時きつねうどんって返事されて、すごいびっくりしたのを今思い出した。びっくりしました？まだね、そんなに仲良くなかった頃よ。
で、私もナスリンさんも人見知りだからさ、うまくさ、ナスリンさんと今みたいに、私まだ喋れてなくてすごい緊張しててさ、ナスリンさんは何が好きですかとか聞いたら、うどんが好きって言われてすごい困ったな。そうでしたか。でも私、小学校の給食のカレーは大好きなんですけど。あれ、インドカレーじゃないじゃん。そうですね。そうか。給食のカレー、私も大好きだった。ちなみに私が好きな食べ物、一番好きなのはカレーですからね。そうですよね。そう、いつも言ってる。インディアンカレーも日本カレーも全部好きなんですよね。そうなの。はい。今はすごいもう日本の食べ物何でもいいから食べたい。日本のお店に行って日本のご飯が食べたい。そっか。じゃあ一緒にうどん食べに行こう。はい。うどんもカレーもカレーうどん頼むわ。はい。わかりました。はい。じゃあ、今日のこの内容は、霊気ヒーリングについての質問へのお答えでした。最後まで聞いてくださってありがとう。美味しいもの、あなたの美味しいもの、ぜひコメント欄に書いてください。知りたいね。はい。知りたいです。ナスレさんありがとう。皆さんもありがとうございました。いつも応援ありがとうございます。チャンネル登録も嬉しいです。お願いします。